昨年中華風煮込みチャーシューともう一つ焼き豚と煮卵というタイトルでチャーシューをご紹介しましたが、チャーシュー丼のリクエストがありましたので、それを使って今日はチャーシュー丼を作っていきましょう。はい、それでは今日はチャーシュー丼を作っていきたいと思います。チャーシューは一度私の得意料理の動画で作り方を説明していますので、そちらをご覧いただいても構いませんし、この動画でもちょっと簡単にまとめてご紹介したいと思います。まず醤油を1カップ、みりんを使うんですけども、パラグアイでみりんを買うのは手に入らないことはないですが高いので、白ワインを使います。同じく1カップ、ちょっと多めでもいいです。そして砂糖です。入れます。で、一回沸かしましょう。砂糖を溶かしてアルコールを飛ばします。しまってもらったお肉にタレを入れていきます。そしてなるべく空気が入らないように、これで保管します。よく使ってますね。これを焦げつかないようにラードを塗っておきます。はい、それではあらかじめ温めておいたオーブンに入れます。220度ぐらいで焼きます。はい、30分経ちました。全部で1時間10分経ってますね。そろそろ焼けたか見てみましょう。いい色です。真ん中を立ててみて、はい、大丈夫ですね。串刺しで赤い血が出ませんでしたので、これで出します。糸を外していきます。切ってみますね。カメラから見えるようにこっちから切りましょうか。手が反対ですけど、はい、いい色でしょう。焼き豚の完成です。まず温泉卵を作りたいと思いますので、沸騰したお湯を火を止めて、卵を6個割れないように入れます。で、蓋をして置いときます。チャーシューのタレを作ります。醤油、お酒、砂糖、これを鍋に入れて沸かします。火をつけます。煮詰めますね。ネギは太ネギを使うんですけど、白い部分ですね。パラグアイでは前日系のアグロショップがあった時は手に入ったんですが、今手に入らないので太めの細ネギをなるべく選んで買ってきました。この白い部分を使います。切って一番外の皮を捨てます。
水にさらしておきます。タレはこれぐらいに詰まってきたらいいでしょう。片栗粉をちょっと入れてとろみつけます。水で溶いて入れてくださいね。はい、15分経ちました。卵出します。はい、これお湯捨てます。はい、すぐに冷水にさらします。冷ましますね、卵ね。はい、熱々のご飯にチャーシュー、大きいですね、このチャーシュー乗っけて、3枚でいっぱいいっぱい、5、6枚乗っけられるかと思ったら、で少し炙ります。これで香ばしく美味しくなります。白ネギをたっぷりのっけて、割り切らない。温泉卵をのっける場所が中に欲しいけど、はいはいはい、ここにタレをかけてチャーシュー丼の完成です。